こんにちは、金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。アトランティックサーモンということでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。生のアトランティックサーモン。っていうことでね、ちょっと前にキングサーモンやりましたけども、今日はアトランティックサーモン。で、これは養殖のサーモンなんですけども、お刺身でとても美味しいサーモンでございます。もう、鱗とか、ヒレとか全部取られてますね。で、目もとっても輝きがあって、鮮度抜群です。で、僕サーモンで作ってみたい料理があったんですよ。なので、今日サーモン買いました。お値段こちら、1尾5キロぐらいですけども、14,862円です。このぐらいのアトランティックサーモンは店で買おうとするとそんなもんです。で、その今日作りたい料理がサーモンのレアカツレツ。サーモンのフライみたいな感じなんですけど、完全に火を通すんではなくて中を少しレアにする。その料理がとても美味しそうで今日は作っていきたいと思います。よし、そしたら頭を落としていきましょう。で、頭をカマの下から落としましょう。こっち側も落としますと。はい、こんな感じですね。で、サーモンの頭ってね、意外と柔らかいんですよ。こういう感じで。はい、こういう感じ。これで塩焼きにしたら、とてもいいつまみになります。いつでも焼いて食べれるように、こうやって塩振っとくんですよ。こういう感じで。これであとグリルに放り込むだけで、一品完成です。脂の強い魚は結構塩振っていいと思います。はい、晩酌ゲット。はい、そしたらいよいよ3枚におろしていきます。で、包丁は好みなんですけど、僕はサーモンをおろすときは薄刃の包丁でおろします。なんでかというと、サーモンはとっても身が柔らかいので、出刃とか太い包丁だと身が割れやすいんですよね。なので薄刃でしっかりと決めてあげる。まずはお尻の方に1本。で、反転させて、で、ちょっとこう丸めます。丸めることによって皮がピーンと張りますんでね。で、ピーンと張りましたら、ここですね。この可愛いヒレ。これをね、油ビレって言います。で、油ビレのちょっと上。で、ここから包丁を入れて、皮を1本切ります。シュッと。できるだけまっすぐね。で、切ったところから包丁をもう一度入れます。スーッと。こんな感じですね。で、この背骨までいったら、広げて、背骨のこの頂上の山のところまで包丁を入れます。はい。で、ここまでしっかり包丁が入ったら、尻尾の方から包丁を貫通させて、ビビビビッと。で、こっちまで貫通したら、あとは尻尾のここがくっついてますんで、落とすと。はい。これで肩身を下ろせました。綺麗でしょう。そしたら次はこっち側の身を外していきます。で、こっち側を下ろすときは、こう向けて、さっきと同じ原理で、こっち入れて、で、こっち入れて下ろすやり方もあるんですけど、それだとね、失敗しやすいので、もう確実な方法、背骨ありますね。背骨だけまずこうやって外しちゃいます。で、外すときに、こう、何も考えずにこう行くんじゃなくて、包丁を気持ち上に浮かすイメージで、こうですね。こう。で、ここまで来たら、ここ、ヒレがありますんで、ヒレを取ります。こんな感じ。で、ヒレ取ったらもう一回再開で、尻尾まで行きますと。はい、これで簡単におろせます。サーモンはね、おろすの慣れちゃえばすごく簡単です。はい、そしたらこっち側の身は、どうしても背びれの骨がついてきますんで、背びれの骨をこうやって取ります。薄くね、こうやってさーっと入れて、さっとね。こんなもんです。このぐらいついてますんで、これ取ってください。で、この状態になったら次は腹骨をすいていきましょう。お尻の方からゆっくりとスライド。今こんだけ入りました。そしたらもう一発いきましょうか。さーっと薄く取っていきましょう。で、半分ぐらいまでいきましたら、あとはここ骨入ってないので、お尻の方からこうビビビビビビビッとこういう風に取りましょう。ここ白く残ってるんですけど、ここには骨入ってないんですよ。膜ですんでね。膜が気になる方はこう取ってくださいね。で、ここに骨が入ってますんで、骨もこうやって取ります。こっち側も取っていきます。スーッと包丁を入れて、もう一回ぐらいスーッと入れてって、
取りますと。こっちうまくいきましたね。で、ここさっきみたいに膜取ってもいいんですけど、この状態だとすごく膜取りにくいので、僕の本当のおすすめは、ここ一回取っちゃうんですよ。ピーッと。割り切ってね。で、ここってものすごく油が強いんですよね。なので、ちょっと炙って油を落としてお刺身にするとか、あとは塩焼きにしておにぎりの具にしたりだとかするととっても美味しく使えると思います。そしたらお次は、ここに骨が入ってますんで、骨を抜いていきましょう。結構太くて大きい骨がたくさん入ってますんで、これは確実に抜いていきましょうね。ものすごく長いでしょう。こんなに大きい骨が入ってるんですよ。ここの骨さえ取ってしまえば、あとはもうこのサーモンの身に骨はありません。なのでここは慎重に取っていきたいところですね。OK。バッチリ。さてそうしましたら皮を引いていきましょう。柳包丁でいきます。で、このぐらいのサイズだったら、このままジャッと引いてもいいんですけど、それはちょっとテクニックがいりますので、自信のない方は半分に割っちゃってください。みーっとね。真っ二つ皮ついたままで、こういう風に割ってあげるとこのまな板との接地面が少なくなるんで皮がとってもおろしやすいです。で、尻尾のここいつもねもったいないと思うんですけど、ここって本当に硬いんですよね。なのでここら辺からいきましょう。ほら、すごくおろしやすいです。よっと、はい、綺麗に引きました。こういう風に白が綺麗についたら皮引き成功の印です。こっち側も一緒です。ここら辺から、はい、ちょっと失敗しちゃった。最後に浮かしてしまいました。一見ね、こうオレンジが見えた方が綺麗なんですけど、背中の方はグレーになってる方が皮引きが上手にできたよってことです。はい、ではこのように皮が引き終わりました。そしたら今日のカツレツは背中側を使っていきます。背中側って言っても、この養殖のアトランティックサーモンは全身油まみれなので、油はすごいですよ。がっつりとこのぐらいいっちゃいましょう。うわぁ、贅沢ですね。いやでもやっぱ真ん中の方がいいか。ここの方が綺麗か。この真ん中使っていきます。ほんで、おろしたての、この新鮮なサーモン。贅沢な食べ方します。ほら、すごいもうツヤッツヤです。めちゃくちゃ鮮度いいですね。で、サーモンをまず2枚こういう風に切りまして、で、ここにイクラですね。まだちょっと凍ってるんですけど、隅っこは溶けてますんで、イクラを乗せます。で、キュウリ。新鮮なキュウリを盛り付けて、で、そこに醤油をちょろっと垂らして、で、マヨネーズも少し乗っけて、で、挟むと。これサーモンの刺身バーガーみたいな感じで。これはうまいでしょ。いただきます。うますぎ。やっぱサーモン美味しいね。よし、そしたらサーモンに下味をつけていきましょうか。サーモンにまず塩コショウを振っていきます。全体にまんべんなくかけていきます。はい、こんな感じですね。そしたら衣付けしていきます。まずは小麦粉。小麦粉をしっかりとつけて、で、ある程度はたいて粉を落とします。そしたら次に卵ですね。卵をつけて、で、次パン粉。で、1回だと衣が薄いので、もう1回卵。で、パン粉。二重でお送りします。はい、そしたらいよいよ揚げていきます。で、あくまでも今日はレアカツレツなので、もうほんと揚げ時間は20秒、30秒でいいです。いきます。表面の衣がカリッとしたら OK ですね。はい、もうこんなもんでいいでしょう。よし。そしたらいよいよこちら切っていきたいと思います。うまくできたかな。よし、いきます。うわ、めっちゃうまくいってる。ほら、めちゃうまそう。これは大成功じゃないか。ほら、レアレアですね。色味もすごく綺麗ですね。ただちょっと切るのが難しいな。よく切れる包丁で一立ちでいかないとぐちゃってなっちゃいますね。よし、OK。そしたらこちらを盛り付けていく。
はい、じゃあ完成。いただきます。できました。で、まだここで完成じゃないんですよね。で、ここに、今日はこれ、タルタルソース。ビャーっとかけて、で、こっちにも、ビャーっとかけて、で、ここに、イクラをトッピング。うわ。なんて贅沢な。これがしたかったんですよ。もうこぼれるぐらいにイクラをかけていきます。で、ここにすだちをかけていきます。すだちの爽やかさもプラス。これで完成です。じゃあ、いただきたいと思います。じゃあ、このドセンターの一番いいとこいただきますね。いただきます。うめえ。めちゃくちゃうめえんだけど、びっくりするわ。これやばいわ。表面の二重のカツのサクサク感と中のレアのサーモンの部分がね、相まってすげえうめえ、これ。ただちょっと一口では食べにくいですね。このとんかつソースもかけてみましょう。ちょんとつけて。うわ、うまっ。はい、ということで今日はこちらのサーモンのレアカツレツときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、銀色のやつ。カツレツとビールは悪魔的だよ。よし。きた。割合も完璧。7対3ですね。いただきます。喉が喜んでおる。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日はアトランティックサーモンを使ってサーモンの生カツレツ作ってみましたけども、想像をはるか上回る美味しさでしたね。見た目よし、味よし、コスパは普通。僕は今日1匹丸ごとサーモンを使ってやりましたけど、スーパーとかのお刺身用のサーモンのブロックでしたらできると思いますので、皆さんもやってみてくださいね。で、必ずお刺身用のやつやってくださいね。ほぼレアなので、もう生食で絶対食べれるサーモンを買って、皆さんもチャレンジしてみてはいかがでしょうか。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。